皆さんは一人で旅行しているとき、今自分すごく自由だなとか、この判断良かったなって感じる瞬間はありませんか？一人旅行の最大の魅力は楽しむこと。美味しいものを食べたり、ただぼーっと景色を眺めたり。それだけで私たちの人生は十分に豊かになります。しかし、一人旅行の効果はそれだけにとどまりません。このチャンネルの多くの視聴者さんのコメントを見ていて感じたのが、一人旅を思いっきり楽しんでいる人こそ、実はビジネスや人生で必要とされる生き抜く力を誰に教わるでもなく、自らの体験として磨き上げているということです。今日は一人旅行できる人が自然と身につけている6つの能力のお話。どうも、旅する起業家のるきです。今回は一人旅行の趣味としての楽しさはそのままに、それをどう自分のキャリアや人生の武器に変えていくかを具体的なシチュエーションを入れながら話していきます。一人旅行は好きで、なおかつ人生やビジネスにも反映させたい人は必見の内容になっているので、ぜひ最後までご覧ください。一人旅行できる人が持っているすごいビジネス能力6選。1、目標から逆算する力。例えば、金曜の夜から台湾へ2泊3日の一人旅行に行こうとします。9分のおしゃれな夕暮れが見たい。一人旅行できる人は、ここで無意識にゴールから逆算を開始します。ゴールは土曜日の18時。9分の絶景ポイントに座っていること。逆算1つ目が、週末の9分は激ゴミ。遅くとも16時には現地に着いておきたい。逆算2つ目。台北市内からバスやタクシーで約1時間。待ち時間も考えて14時半には台北を出発する必要がある。逆算3つ目。その前に小籠包も食べたいからランチは12時にあの店に行く。このようにゴールを起点にパズルのピースを埋めていく。旅を楽しみながら自分で決めた目的を自力で確実に達成するプロセスが逆算する力を自然と鍛えてくれるんです。この目標から逆算する力をビジネスシーンで反映させる場合、来週月曜のプレゼンがゴールとします。そのためには金曜までに資料を完成させ、木曜には一度誰かに見てもらうといった段取りを組みます。旅先で遅れたら夕暮れを逃すというスリルを味わっている人は、仕事でも今何に集中すべきかの判断が驚くほど早くなります。人生のシーンでも30代のうちに海外移住を経験したい。半年後に副業で月10万円稼ぎたい。このような一見大きな目標も一人旅行のスケジュールを組むようにゴールから逆算して、いつまでに何を準備すべきかを細かく分解して考えられるようになるんです。2、情報収集の力。例えばタイへの一人旅行。行く前にネットや SNS でこのルーフトップバーが穴場だという情報を徹底的に集めます。これがビジネスでいう事前リサーチです。しかし、いざ現地に行ってみると、こんなことが起こります。Google マップでは営業中なのに実際に行ったら改装工事で閉まっていた。ここで一人旅行ができる人は少し落ち込むけど、近くに同じような景色の場所はないか。さっき見かけた地元の人に愛されてそうな店はどうかと、手元の情報と目の前の現実を照らし合わせ、即座に次の策を練り始めます。誰にも頼れないからこそ、事前の情報の精度を見極め、現場で得た一時情報で上書きしていく。このリサーチと現場の整合性を取る力が一人旅の質を高めてくれるんです。この調べて動いて修正するという一連の流れはビジネスシーンでも役立ちます。完璧な計画を立てて満足するのではなく、プロジェクトが始まった後の想定外のトラブルや市場の反応を素早くキャッチし、計画を柔軟に修正する。旅でネットの情報と違ったけど結果オーライという経験を積んでいる人は、変化の激しい環境でもパニックにならずに確信をついた判断ができるようになるんです。人生のシーンでもこうなれば幸せという他人の成功法則だけを鵜呑みにせず、自分で調べて自分で体験してみて、自分に合う形にカスタマイズしていく。情報のズレを恐れず、むしろそれを楽しむ余裕を持つことで、自分が納得できる人生を選び取れるようになります。情報はあくまで地図。実際に歩いてその地図を自分なりに書き換えていくことが、仕事でも人生でも勝てる人の共通点なんです。3、瞬時の判断力。例えばタイのバンコク。蒸し暑い中、目の前には渋滞で動かないタクシーと、乗り方がよくわからないけど速そうな売宅。そして少し遠いけど確実な電車の3つの選択肢があります。
友達がいればどうすると相談できますが、一人旅行では 100% 自分が決めなければなりません。どの選択を選んでも、その結果を引き受けるのは自分一人です。一人旅行をしていると、こうした小さな判断を1日に何回も繰り返します。限られた時間の中で迷っている時間が一番のロスだと理解しているからこそ、感覚を信じて一歩踏み出すスピードが驚くほど速くなっていくんです。旅で鍛えた瞬時の判断力は仕事のスピード感を変えます。会議で持ち帰って検討しますと、逃げるのではなく、その場でリスクを判断し、進めるか止めるかを決める。一人旅行で自分の決断でピンチを切り抜けた経験がある人は、不確定な状況でも自分の直感を信じてハンドルを切ることができます。この瞬時に的確な判断をできる力が、周囲からの信頼と大きな成果を引き寄せます。人生のシーンにおいても、転職、起業、結婚、引っ越し、このような大きな転機でずっと迷っていると、タイミングを逃して時間だけが過ぎていきます。自分はどうしたいかで即決して、仮に失敗しても軌道修正すればいいという覚悟ができているので、変化を恐れず常に自分にとって精度の高い選択をし続けられるようになります。4、孤独体制の力。例えばエジプトで壮大な神殿を一人で歩いている時や、ナイル川に沈む夕日をただ眺めている時、周りに日本語を話す人は誰もいません。多くの人が寂しいと感じるこの時間を一人旅行できる人は贅沢な時間として楽しみます。誰に気を使うこともなく気の向くまま行動できる開放感は、自分の中に芯を通す作業です。誰かと一緒なら気を使って会話で埋めてしまうような空白の時間を恐れず、むしろ愛せるようになる。これが孤独を武器に変えるということです。一人が平気な人は、仕事でも周りがこう言っているからという同調圧力に惑わされなくなります。組織の中にいても自分の頭で考え、自分の意見を貫く。孤独を恐れないからこそ、正論を言えたり、新しいプロジェクトに一人で手を挙げたりする勇気が生まれます。この個としての強さが、結果としてリーダーシップや専門性として評価されます。そして自分軸が強くなり、独立や副業で自分のビジネスの立ち上げなどもできるようになります。人生においても世の中の正解に流されず、自分がどうしたいかという心の声を基準に生きられます。孤独を愛せるようになると、人間関係でも適度な距離を保てるようになり、結果として誰かと過ごす時間もより深く味わえるようになるんです。孤独はあなたがあなた自身の相棒になるための時間。その時間を楽しめるようになった時、仕事でも人生でも誰にも振り回されない自分軸という最強の武器が手に入ります。5、観察する力。例えばインドのデリ、そこは行き交う牛、鳴り止まないクラクション、強烈なスパイスの香り、そしてエネルギッシュな商談が同時に起きている場所です。五感をフル活用して周囲を観察することで、インドやばいという抽象的な感想ではなく、カースト制度の影、急速なデジタル化、人々の信仰心など、街の動きからインド社会の構造が見えてくるんです。一人旅行だからこそ、目の前で起きていることの背景には何があるのかを考察し、構造を理解しようとする力が高まるんです。このパターンを見つけ出す観察眼は、仕事の精度を別次元に引き上げます。競合他社の表面的な動きや流行のキーワードに惑わされず、ターゲットが本当に求めているものは何かという本質をつく企画力。一人旅行で異文化の文脈を観察してきた人は、会議でも発言の裏にある意図やチームのわずかな空気の変化を察知し、最適な一手を打つことができます。人生においても、世の中の常識や当たり前を疑い、幸せそうな人や時間やお金に余裕のある人は、なんでそうなっているのかを観察できるようになります。ビジネスにおける成功は料理と似てて、同じレシピと材料を揃えたら再現はしやすいんです。そのためには、どのレシピでどの材料を集める必要があるかを観察しないと見えてきません。旅先で一人でその街の構造をじっと観察することで、あなたの脳の本質を見抜く力は磨かれていきます。観察する力が育てば、どんな複雑な仕事も迷いやすい人生も一つの明確なストーリーとして捉えられるようになり、解決できるんです。6、なんとかなるの力。例えば、国内のなんとなく出発した一人旅行。予定では最終の電車で帰るはずだったけど、思わぬ絶景に見とれたり、お店の人との会話が弾んだりして、気づけば終電を逃してしまった。どうしようと一瞬は焦りますが、誰も助けてくれない一人旅行では、すぐにじゃあどうするかにスイッチが切り替わります。近くに空いているビジネスホテルはあるか、泊まれるタイプのスーパー銭湯を探そうか、予期せぬトラブルをこれも旅の醍醐味と受け入れ、最善を尽くす。これを繰り返すうちに、なんとかなるという最強の自信が身につきます。
このなんとかなるという感覚は決して無責任な楽観主義ではなく、自分で何とかしてきたという経験に裏打ちされた深い自信です。一人旅行をしている人のコメントを見ていると、これまでにいろんなトラブルや課題を乗り越えて自信をつけている人が本当多いんですよね。ビジネスのシーンでも予期せぬプロジェクトの変更やトラブルが起きても顔色一つ変えずに、さてどう挽回しようかと前向きに解決策を探せるようになります。この動じない姿勢はチームに安心感を与え、人としての信頼に直結します。人生においても不安を考えたらいくらでも出てきます。しかし何とかなると思っていれば挑戦もできるし、苦難も乗り越えていけます。自分の力でピンチを乗り越えてきた自負があるからこそ、変化を恐れず不安に負けずに人生を歩んでいけるようになります。コメントで一人旅は自分の限界を知り、それを広げる作業という素敵な言葉もありました。なんとかなるは自分を信じ抜くことでもあります。なんとかなるってシンプルな言葉なんですけど、実はかなり強い能力なんです。一人旅行で身につけれる6つの能力を見てきました。もちろん一人旅行の目的は人それぞれで、そんな深く考えずにただ楽しいから旅に出てる人もいると思います。それも正解です。ただし今回お伝えしたかったのは、何気なく言っている一人旅行もこういう風にビジネスや人生の側面で解像度を上げていくと、単なる趣味だけじゃなく自己投資に姿を変えて人生やビジネスにも反映させることができます。僕自身会社員時代にこのまま同じ毎日を繰り返していいのかとずっとモヤモヤしていた時期がありました。そんな時に一人旅行に出て自分と向き合ったことが全ての変化の始まりでした。旅に教えてもらった学びを糧に一歩踏み出して挑戦してみた結果、起業して選択肢が増えて場所も時間も自分で決められるようになり、今はタイに移住してある程度自由な生活を送りながらこうしてあなたに発信できています。もしあなたが今の人生をもう一段豊かにしたいと思うなら、一人旅行を楽しみながらそこで得た経験と能力を戦略的にビジネスや人生に生かすのはかなり有効な一手だと僕は思います。ぜひ皆さんが一人旅行で得た知識や能力、今回の動画の感想などあればコメントで教えてください。このチャンネルではこれからも旅と人生にまつわる動画や世界の実業家たちのためになる情報、そして自己理解や成功法則を軸にあなたの人生のスイッチを押す発信をしていきます。ここまで見てくれているあなたはさらに自己成長できるすごい人です。共にいい人生にしていきましょう。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。